Hello, welcome to the first episode of Illustrated City Season 2. My name is Jakub, and on this channel we focus on art, people, and cities. Today I would like to take you to Kyoto, Japan. On the way, we'll stop in Osaka, so please don't forget to check the extras to this episode as well. While I have your attention, I would love to recommend to you the first season in which we visited many Australian cities and traveled to South Korea and New Caledonia. If you like my videos, I would really appreciate if you could leave a comment below, hit the like button, and of course, subscribing would be greatly appreciated. Thank you so much. I don't want to hold you here for too long because we have so many great things to see in Japan, so I think it's time to catch the flight. Let's go! After one day in Osaka, we have reached this episode's main destination. Welcome to Kyoto. Let me show you the view from my hotel room balcony. It wakes you up better than a coffee. Additionally, you can count on the soundtrack of temple drums very early in the morning. I am meeting the artist in his workshop, which is located outside the city. We'll have to catch a train to get there. Kyoto is just waking up and the temperature is on the low side. I hope for some snow, but at least it's sunny today. I can see the tower, which means Kyoto Station is just a few blocks away. It seems most of the passengers have traveled to Arashiyama Bamboo Grove, a popular tourist destination which is a few stops before ours. We still have some time left on the train. After roughly 35 minutes, we are now in Sonobe. But we don't stop here. The mountains are calling.
こんにちは。僕の名前は村山智明です。イラストレーテッドシティ京都。僕はペンを使って動物や植物を描くドローイングアーティストです。絵を描くこともあれば、彫刻を使ってそれを表現することもあります。僕はこの森で小さい時からたくさん遊んでいて、たくさんインスピレーションを受けました。でこの森にはたくさんの生き物がいて、鹿とかイノシシとかウサギとか、それからいろんな虫、そういうものを小さい時から見て僕の作品に描いています。これが日本茶の木です。うちではこれを、春の季節に摘み取って、で手で揉んで、お茶にして飲んでます。これ食べれます。どうぞ。はい。ジャパニーズティー。Japanese New Year food。じゃあ僕のアトリエで一緒に朝ごはんを食べましょう。The traditional breakfast is a great experience for me, and it's time to taste the rice cake with fermented beans. これは、この地域の伝統的な食べ物の納豆餅というものです。納豆はですね、大豆を発酵させて作った食べ物で、結構人によって好き嫌いが分かれるんですけど、ぜひ一緒にチャレンジして食べてみましょう。Yeah. Let's challenge. Do I love it? I don't know. アトリエ木にようこそ。ここは京都市内から1時間ぐらい離れた場所になるんですけど、僕が生まれ育った場所で、去年の10月頃までここで作品を制作していました。僕の作品を紹介する上でとても重要な場所なので、ここで一旦ご紹介したいと思います。僕は小さい時から、この近くの森に入ってたくさんの生き物を観察してきました。その経験が今の僕の作品作りにすごく影響を与えていて、で去年まで制作していた時もこの地域のたくさんの自然とか生き物、そういうものに触れ合う中でとても、いい刺激をたくさん受けて、でそこで出会った生き物たちが僕の作品の中にたくさん登場しています。なので僕の制作に
あたってこの地域で受けた影響というのはとても大きなものがたくさんあります。この作品は僕が、専門学生の時に制作した卒業制作です。制作した作品ですね。だからだいたい今から8年前9年前ぐらいの作品になります。この時に初めてペンでこういう細かい絵を描くようになって、今とはちょっと違った建物なんかを描いてた時の作品になります。でこれはそこからですねまた何年後か後の作品なんですけど、僕の大好きなモチーフである鶏の絵をと、これが竹ですねを描いてます。日本らしいモチーフというか、そういったものを、これは日本の、表層ですね。日本の額に収めて、展示してます。これは僕の作品の、特徴の一つでもある、彫刻作品でこうまるで、ペン画が立体の空間に出てきたような感じで制作したものになります。これは一から僕がこう、粘土で制作して白くペイントしてでその上からペンでドローイングしてで制作してます。でこの作品が、壁で隠れるようになってて、例えば壁のちょっとしたこういう釘にこうやってここをかけるとこうやってこう飾れるようにもなっています。これは、ヤモリを制作しました。We are meeting Tomoaki just as he is relocating to a new studio closer to Tokyo. Most of his large-scale installation works have already been transferred. .これが僕が普段制作するのに使用しているペンです。フランスのペベオというメーカーのやつで、立体作品も、平面の絵画もこれ1本で全て制作しています。太さもこれのみを使用しています。これから伏見美術館に向かいます。こちらです。どうぞ。Good.ここが、僕のお気に入りの美術館の細見美術館というところになります。ここは日本の伝統的な絵画などをよく展示しているスペースになるんですけど、この上のスペースで抹茶を飲めるスペースがあって、でそこで街の風景を眺めながらこうゆっくりと
お茶を飲めるので、とても気に入ってたスペースです。でこのスペースでは、抹茶を提供していただいて、この京都の景色を眺めながら、お茶を飲むことができます。で今日は残念ながら閉まっていたんですけども、特別に、ちょっと場所を空けていただきまして、撮影させていただいています。次は、京都市美術館に来ています。ここもとても大きな美術館で、僕の好きな展覧会とかがよくやっているので、よく見に来ています。でこの辺り一帯っていうのはすごく美術館がたくさんあって、ですごく刺激的な場所なので、昔からよくこのエリアに来てはいろんな展覧会を見て、いろんな勉強をしています。では美術館に行ってみます。Today I'm testing all of Kyoto's public transport options.京都の錦市場に来ました。ここには美味しい食べ物がたくさんあるので、今から行ってみましょう。Oh, hello. これはウニという食べ物です。このトゲトゲの貝殻の中にこういう柔らかい食べ物が入ってて、とても美味しいです。ぜひ挑戦してみましょう。My face says it all. 100% focus and way too much wasabi. Coming in 3, 2, 1. これは
練り物で魚とか魚介をこうすりつぶしたものをこう固めて蒸してあるものです。とても美味しいです。なんか一個食べてみましょうか。ここが僕の一番大好きなご飯を食べるところです。でも今日はちょっと年末年始の営業で閉まってしまっていて、明日から営業開始ですね。本当はここに来たかったんですけど、また次回来たいと思います。ここは京都漫画ミュージアムといって、日本の有名な文化で漫画というものがあるんですけど、そこの、漫画専門の美術館で、僕も漫画が好きで子供の時からよく読んでたので、ここのミュージアムは何度か足を運びました。すごいもういろんな種類の漫画があって、もう一日読み放題で、それからいろんな、漫画家の人の展覧会もやってるので、とてもおすすめです。ぜひ来てみてください。The whole ground floor is filled with various titles. You can get yourself a manga portrait, or see with your own eyes how a comic page is created. You could easily spend the whole day here. Upstairs you will find original artworks and commemorative plaster casts called manga artist hands. What I love the most is the gallery presenting history of manga. It's a really eye-opening experience to see how broad manga is in terms of themes and styles.ここが僕のお気に入りのカフェの、カフェアンデパンダンというところです。この建物自体がすごく歴史のある建物になっていて、そこの地下にカフェスペースがあるので行ってみましょう。
僕の好きな町は飛騨高山かな。あそこはすごくこう僕は歴史がある文化とかがある場所が好きなんやけど、あそこはすごくこうそういう歴史のある町で、本当にこう歩いてるだけでもこう周りの街並みとかすごくこう美しくて癒されるし、それから自然も大好きやから、こう周りにあるたくさんの山の山脈、その景色だけでもすごくこう歩いていて幸せな気持ちになるから、すごく大好きです。僕は以前この金閣寺の近くに住んでいました。だいたい 2,3 年前までここに住んでいて、実際に近くにアトリエがあって、こうよくこの周りを散歩したりしてたので、とても思い出深い場所です。すごくこう歴史のあるお寺が近くにあって、すごく癒されていました。Kinkakuji is one of the most well-known buildings in Kyoto, admired for its stunning floors covered in gold leaves. This Zen Buddhist temple attracts crowds all year round. The white strips of paper are called omikuji. It is another way of finding out about or securing your future good fortune. ここが今日のご飯を食べるところです。僕のすごいお気に入りのお店なので、ぜひ楽しみましょう。はい、村山で予約してました。はい。Tomoaki did a great job booking this restaurant. The food is amazing.
今再び、錦市場に来ています。昼とは別でだいぶこう商店街の、シャッターが閉まってるんですけど、それがまた良くて、こういう商店街に、日本の伝統的な絵がたくさん描かれています。でこの人は僕がすごく大好きなアーティストで、伊藤若冲っていう画家さんなんですけど、この人がこの地域で生まれたということで商店街にたくさん絵が描かれています。だから夜は夜でここがすごく楽しめるスポットになっています。The day is almost over and I'll be heading back to my hotel with the cemetery view. And according to Tomo, I shouldn't be surprised to find one of these in my room. Wow. Great. Thanks, Tomo. 京都まで来てくれてありがとう。